G01、ランスロット。コードギアス、反逆のルルーシュに登場する、ナイトメアフレーム。新生ブリタニア帝国最小にして、第二王子、シュナイゼルエルブリタニア機下の、特別派遣共同技術部、以降、特派により、次世代ナイトメアの発展を牽引するべく開発された、試作型共同兵器。ランスロット、ME ブースト。建造当時のブリタニア軍主力ナイトメアと同一規格を採用しながらも、機体各部は根本的に異なるコンポーネントによって構築されており、従来機能のファクトスフィア、スラッシュハーケン、ランドスピナーは性能の強化や搭載数の増加等がなされているほか、頭部の双眼式カメラアイ、神経上のハンドパーツ、駆動部の可動範囲、コックピットのマンマシンインターフェースなど、特派の開発主任、ロイド・アスプルンドによる、独創的なコンセプトが随所に盛り込まれている。これらの、高性能パッケージの集合体が、ナイトメアとして成立しているのは、従来と比較して大量に投入された、超電導物質、サクラダイトによるものであり、特に使用比率の高い部分である、主動力、ユグドラシルドライブの核、コアルミナスからもたらされる高出力によって、従来機をはるかに凌駕する、運動性、機動性、近接戦闘能力を獲得。さらに、後述のブレイズルミナスや、MVS、バリスなど、エナジー消費量の点から、実用化が困難であった、各武装の同時使用に頼るほどの、並走運用能力を実現し、ナイトメアとして、一定の完成に到達していた、第5世代や、本機と同様の試作機が名を連ねる、第6世代を飛び越え、ブリタニア史上初の、第7世代実験機として完成。後発機体の基本コンセプト、大出力をバックグラウンドとした機体性能の基礎を築き上げるに至る。本機自体は第7世代と位置づけられながらも、マシンポテンシャルではワンオフ機の機体群、いわゆる第8世代相当の領域に到達していると言っても過言ではない。ただし、帝国最強の騎士、ナイト・ブラウンズでさえ扱い難いとされる、過剰にピーキーな機体特性と、操縦者、デバイサーに要求される、極めて高い身体能力と、操縦適性、機構上の制約に起因する、脱出機能の省略など、規格外の性能を実現したがゆえの、様々な問題が生じている。これらもろもろの問題は、皮肉にも、ブリタニア人が差別する、ナンバーズの名誉ブリタニア人、クルルキスザクによって解決し、事実上の専用機として運用される。旧日本、エリア11における功績により、本機の技術は高く評価され、開発元の特派は、ナイト・ブラウンズ各人の、ナイトメア開発工房を統括する、皇帝直轄組織、キャメロットへ再編成。同組織の手によって、試作機止まりであった、ラウンズ専用機の実用化や、第7世代量産機、ヴィンセントタイプの開発及び、正式採用と、本気で培われた技術は、ブリタニアのナイトメア開発の基準値を大きく引き上げ、共同兵器の名にたがわぬ役目を果たしたのであった。よし、やれる。このランスロットなら、一機体デザインは、ギアスシリーズの大半において、反逆のルルーシュのものと大差はないが、亡国のアキトでは、CG モデリングされた本機が登場する。機体全体のエクステリアに加え、左腕部のブレイズルミナス発生機には、ユーフェミアの専任騎士陣に、スザクが所持していた騎士功勲章の装飾が施されており、それに合わせて、ハーケンの色が変更されている。続けては、ランスロットの主な武装について、強化型スラッシュハーケン。腕部と大腿部に2機ずつ搭載されている新型のスラッシュハーケン。従来製と異なり、射出時にクローが展開、ワイヤーの巻き取り装置は、腕部と大腿部の射出装置へ、それぞれ内蔵されており、敵機への攻撃や、投範、牽引の用途のほか、本機では、直下に打ち込んだ際に生じる反動を利用し、機体を宙に飛ばすことや、跳躍の延伸など、立体軌道の補助が可能である。また、腕部のクロー部分を転調させ、近接格闘兵装として使用する、メッサーモードや、内蔵の推進機により、射出後の軌道変更を行う、
ハーケンブースターなど、複数の機能が搭載されている。ハーケンブースターは、パスワードによって、機能が封印されており、パスは、ロイドの鉱物。後のヴィンセントタイプでは、本機の量産試験機、ランスロットトライアルや、検証実験機、アロンダイトを経て、大隊部への搭載が継承されており、ハーケンは、基部をクロウで囲う、ハサミ状のものへと発展した。ブレイズルミナス。腕部の発生器から、ひし形状に形成される電磁シールド。空論場の超圧縮による、空間ブレイクダウン現象を応用した、エネルギー走行システム。ブリタニア内外で多く使用される、アサルトライフルや、大型砲台、来光の有酸弾を弾き飛ばし、ガウェインのハドロン砲にも、一時的に頼るなど、ギアスシリーズトップクラスの防御性能を有する。本機での実用化以降、第5世代機の追加装備として、少数の試作品が運用されていたが、主に、航空戦艦や、銃ナイトメアなど、機動性が低い兵器の、防御兵装として搭載。近接戦闘が重視される、第7世代以降では、ランスロットグレイルの試験装備を経て、ブレイズルミナスを、核水、円錐に形成、近接格闘兵装として使用する、ルミナスコーンへ発展。量産機のヴィンセントでは、防御用途に加え、放出したエネルギーで敵機を攻撃する、ニードルブレイザーが正式採用される。MVS。高周波振動を応用した、電子戦弾兵器。名称は、メーザーバイブレーションソードの略。対ナイトメア専用に開発されたものであり、第5世代機の装甲を、瞬時に切断可能。本機では、鞘に収納された状態で、コックピットブロック側面のアタッチメントに、2本が鍵化されており、使用時は、鞘を水平に傾倒させ、マニピュレーターで、脇下から直接バッケン。バッケン直後、左右に分かれている検針が閉じ、高周波振動によって赤熱化する。後の第7世代量産機では、検針の開閉機構を撤廃し、2本の塚を連結する、ランスタイプが正式採用に至っているが、長時間の運用が難しい、第5世代機においても、グレン系統ナイトメアへの対抗手段として、本機と同形状の、いわゆる、ソードタイプを、一部の機種が使用していた。また、戦術の通り、ソードの略称で呼ばれる武装だが、ハーケンタイプや、ナイフタイプなど、各機種の特性に合わせた形状が、いくつか存在するほか、マニピュレーターにまで応用されるなど、近接格闘兵装の原理として、幅広く使用されている。バリス。本機と同時期に開発されていた特殊火砲。名称は、バリアブル、アミュニション、リパルジョン、インパクト、スピットファイアの略であり、可変弾薬反発衝撃砲の略。重傷折りたたんだ、未使用時のショートモード、通常時のノーマルモード、最大出力のフルバーストモードと、3つの形態が存在する。ノーマルモードでは、弾頭の威力を自在に調整可能であり、ナイトメアの走行から、高層ビルの基盤まで、多様な状況に対応。直撃箇所を、確実に破壊する威力を誇る。フルバーストモードでは、砲身を解放。初使用の川口湖では、大型砲台、来光の打ち出した有酸弾を、衝撃波で消滅させ、そのまま本体を一撃で破壊。成田連山では、大量の土砂を長距離にわたって吹き飛ばすなど、戦術兵器の領域を逸脱した破壊力を発揮。劇中では、使用ごとに、場面が一瞬暗転し、ビーム兵器のようなエフェクトが印象的だが、輻射波動の障壁に阻まれた、いくつかの場面を見る限り、実体弾が発射されている模様。本機以外では、サザーランドタイプによって、量産試作モデルが運用されたものの、いずれも、専用動力が必要なほどエナジー消費が激しく、第7世代技術の普及時には、従来のアサルトライフルが利便性に富んでいたことや、より高火力なハドロン砲が実用化されたこともあり、正式採用には至らなかった。ちなみに、本機の装甲は、このバリスの直撃を想定した強度が設定されており、一部では、桜大東装甲剤とした資料が存在する。その他、ランドスピナーが攻撃手段として、たびたび使用されるほか、ナイトメアの装甲をも粉砕する聖剣好き、本機特有の可動域と、
朱雀の操縦センスにより、朱雀の得意技、火登り流、誠一式旋風脚、通称、くるくるキックが再現可能である。続けては、ランスロットの、主な活躍について。反逆のルルーシュでの始まり、新宿事変において、本来騎士には任命されない、クルルキスザクが、デバイサーとして選ばれ、ルルーシュ指揮のもと、ブリタニア軍を圧倒していた、レジスタンスのナイトメア軍を、短期で打ち破る。この時、正規の訓練を受けていない、レジスタンスが相手とはいえ、火器装備のサザーランドを、近接戦闘のみで殲滅。同ブリタニア製の、第5世代機を圧倒する形で、敵味方双方を驚愕させ、後々、主に相対していた黒の騎士団からは、その頭部形状から、白兜とあだ名される。第2公女、コーネリアの、エリア11総督就任後は、朱雀が、ナンバーズ出身者であることから、コーネリア軍への従軍を許可されずにいたが、川口湖ホテル、ジャック事件を皮切りに、成田攻防戦、日本解放戦線山東、殲滅作戦、九州戦役と、徐々に戦果を積み上げ、第3公女、ユーフェミアの専任騎士となった朱雀と共に、その存在を、ブリタニア内外に、刻みつけてゆく。行政特区日本から、第一次東京決戦、ブラックリベリオンにて出撃した本機は、ユーフェミアを失った、朱雀の復讐心から、時期の損傷をもいとわない、力押しの戦闘スタイルに一変。黒の騎士団のブライや、来航を蹴散らし、片腕を失いながらも、グレン錦の要である、輻射波動機構を破壊せしめた。その後は、ゲフィオン・ディスターバーに囚われるが、特派の援護と、コーネリアの命により、ゼロを追うため、上根島へ飛び立ったシーンが、反逆のルルーシュでの最後となった。反逆のルルーシュの後半、九州戦役からは、外装式飛行装置、フロートユニットを装備した、ランスロットやキャバルリーが、本機の基本形態となるが、外伝作品では、フロートユニット未装備の状態で、たびたび登場している。ブラックリベリオン後の時系列では、まず、白の騎士、紅の夜叉の序盤。朱雀の、ナイト・オブ・ラウンズ任命式典において、朱雀が、自身のラウンズ任命に異を唱える騎士を募り、皇帝シャルルの座する、御前試合にて、手だれの騎士、ボーモント伯爵を、文字通り一周。その他、30人の騎士を、まとめて相手取った上で、一方的に撃退していき、観戦席の騎士たちへ、本機の性能を堅持した。その後は、皇帝シャルルの局命、ユーロブリタニアの査察により、本部のサンクトペテルブルクへ、朱雀と共に渡る。時系列は、亡国のアキトへと移り、第2章、引き裂かれし翼竜の、自称予告にて登場。第3章、輝くモノテンよりオツでは、朱雀と、新ヒューガシャイングが対立した際、朱雀の呼び出しによって、オートパイロットで現れる。持ち前の性能で、ミカエル騎士団のサザーランドや、グラックスを圧倒するも、護衛対象の、ジュリアス・キングスレイを人質に取られたことにより、朱雀が投降したため、本機は、ワイヤーで固定された上で、幽閉された。亡国のアキトの、物語終了後には、朱雀やジュリアスと共に、ロロを含めた、ギアス教団の手引きにより、解放される。ちなみに、後年のゲーム作品、ジェネシックレコードで配信された、亡国のアキトの前日談、獅子からの使いでは、ユーロブリタニアへ渡る以前の本機は、当初、フロートユニット装備であったことが、明かされている。サンクトペテルブルクへの道中、EU ジョージア州軍、成から要塞攻略時に、フロートユニットが破損。戦闘後、キャメロットからの補給時点では、修理が間に合わないため、未装備の状態で、ペテルブルクへ移動することとなっていた。最後には、双方の渦、サイドオルフェウスの第11話、ランスロット対ランスロット。ブリタニア本国、キャリフォルニア機構軍需交渉、ロンゴミニアドファクトリーにて行われた、ランスロットトライアル並びに、ランスロットグレイルの、公開試験の戦闘において、臨席していたシュナイゼルや、マリーベルなどの皇族を狙い、試験場に現れた、反シャルル主義組織、タレイランチルドレン残党に対し、あらかじめ待機していた本機が登場。グレイルに登場していたオルドリン・ジボンは、敵機を瞬く間に撃破していく朱雀の妙義と、
本気の姿に酔いしれ、我を忘れてしまっていた。本気、ランスロットの活躍は、ここまでとなる。以降、反逆のルルーシュ、R2 では、EU 攻略戦の後に、強化改良機、ランスロットコンクエスターへと、姿を変え、ナイト・オブ・セブンのスザクと共に、新たな戦場を駆け抜けていく。ブリタニア帝国の白き騎士、ランスロット。異端の騎士、クルルキスザクの力を体現する、剣として、コードギアスの世界に、変革を促していくのであった。以上、ランスロット、でした。おそらく、皆さんが気にされている、ランスロットやキャバルリーについては、別の動画にて解説いたします。今後も、主にコードギアスや、その他の作品のメカも、解説していきたいと思います。よろしければ、チャンネル登録や高評価の方を、よろしくお願いいたします。それでは、今回はこの辺で。